冷凍 OK。 はい、やってみました。この冷凍チャンネル。このチャンネルではおすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭で役立つ時短で簡単な冷凍レシピをご紹介しております。そんな冷凍チャンネルなんですけども、今日はね、何をご紹介するかというと、しじみの冷凍方法、グレージングを活用したレシピご紹介です。で、しじみ、美味しい出汁が出てね、美味しいんですけども、しじみを実は冷凍すると、オルニチンという成分がですね、増えるんですね。これがね、本当に面白い話で、肝臓にいい栄養素とされているオルニチンなんですけども、これが冷凍することで増加するっていうことが、研究でも出てるんですね。それについてね、また最後にご紹介したいなと思うんですけども、とにかくしじみっていうのは冷凍することでオルニチンっていう成分が増える。で、もう一つは、出汁が出やすくなるんですね。これで結構よく勘違いされる方も多いんですけども、しじみを冷凍するメリットって2つあるんですね。オルニチンが増えるってことと、旨味、出汁が出やすくなるっていうメリットがすごくあるんで、しじみを冷凍して、それでお吸い物を作ったり、お味噌汁を作ったりすると、しじみの旨味をすごく感じることができるんで、これがね、やっぱりしじみの冷凍のすごくおすすめな点かなと思います。実を言うとしじみ、そのまま冷凍すると、貝って結構ね、デリケートで、冷凍保管中に乾燥とか酸化もしやすいんですね。ですので、しじみの冷凍で本当におすすめなのは、グレージングです。で、グレージングって何かっていうと、氷の衣、氷でバリアを作るっていう意味で、グレージングなんですね。ですので、氷付きにするというような意味ですね。で、しじみを氷漬けにすると、長く冷凍保管で美味しく楽しめるっていう便利なテクニックなんですね。ですのでね、今日はですね、しじみのグレージング、氷漬けの方法と、それを活用した冷凍レシピをご紹介したいと思います。どうぞ。はい。それではね、まずしじみの下処理から始めたいと思います。で、今回はですね、この青森県産のしじみですね、使いたいと思います。やっぱりしじみといえばね、青森県と、あと島根県、有名なんですけども、今回はね、この青森県産のしじみ、使いたいと思います。で、これをですね、まずこのザルの上に乗せます。で、これで洗うんですね、まずしじみを。で、結構しじみの貝の表面って、砂とか汚れとか結構ついてるので、それをしっかり洗っていきますね。殻の表面の汚れを取るために貝をこすり合わせるんですね。こういう感じで、しっかり表面取ってください。こういう感じですね。しっかり表面の汚れを取っておきます。しじみを洗ったら今度砂抜きをするんですけども、砂抜きするときは平らな方がいいんですね。ですのでできればバットがあると理想的ですね。で、ちょっとね今うちにバットが今なくてですね、ちょっと代わりにフライパンにしました。しじみが重ならない方がいいんですね、砂抜きするとき。ですので、平べったいバットとか何かお皿とかそういったものがあれば、それを使ってもらった方がいいですね。で、ここに水を入れます。水が1リットルですね、入れました。で、ここでですね、塩ですね。塩を3g 入れます。水1リットルに対して、塩 3g なので、塩分濃度が 0.3% でしじみ砂抜きをしたいと思いますね。で、入れたらかき混ぜてください。浸透圧の関係で、この 0.3% の塩分で砂抜きすると、砂抜きがよりうまくできるという感じですね。塩水を使った方が旨味が流れ出ずに、しかも砂がちゃんと出るっていうところで、この塩水使って砂抜きをします。表面を洗ったしじみですね。で、これをこの塩水の中に入れます。で、これでしじみが重ならないようにちょっと平らにしてもらえればと思いますね。表面を暗くした方がいいんですね。しじみってこういった暗くすることで、より中から砂も出やすくなるっていうので、そういった意味でこのままじゃなくて蓋をした方がいいですね。うち新聞ないんで、ちょっとこれで蓋したいと思います。で、この状態で光を遮って暗くして、この状態で2時間から3時間放置して、しじみから砂が出るのを待ちたいと思います。はい。ということでね、時間が経ったので、これを外したいと思います。こんな状態です。それではですね、その砂抜きの終わったしじみですね。これをね、洗っていきたいと思います。
はい。これで、しじみの砂抜きも終わった状態ですね。これをね、じゃあこれから冷凍したいと思います。しじみを冷凍する、つまりグレージング、氷漬けするときにおすすめなのがこちらですね。ジップロックのスクリューコンテナですね。ジップロックのスクリューコンテナ、やっぱ魅力的なのは、ここにネジのようになってるんですね。ですので、この蓋を閉めたときに、カチッとしっかり閉まる。だから中の液体とかそういったものが漏れづらいっていうところが、やっぱこのスクリューコンテナの魅力かなと思いますね。この状態でパカッとネジを閉めて閉められるっていうところでね、実を言うとこの水を使ったグレージングにはすごく便利ですね。で、もう一個おすすめな点があって、この後、氷漬け、グレージングした状態になるんですけども、氷漬けのしじみをそのままお鍋に入れるときに、実を言うとこの丸型っていうところが非常に魅力的なんですね。四角いタッパーだとお鍋のサイズによっては入らないことがあるんですね。丸い形で凍ってる方がお鍋に入れやすいっていう、そういう点でもこのジップロックのスクリューコンテナ、丸型っていうところも魅力的ですね。では早速冷凍したいと思います。でこういう状態で入っております。で、ここに水を入れるんですね。これはグレージングするときは、真水、いわゆる普通のお水を入れてください。で、しじみが表面浸かるぐらい入れてください。このお水で隠れるぐらいですね。砂抜きしたときは塩水だったんですけども、グレージング、氷漬けにするときは普通のお水っていうことをぜひね、覚えてほしいなと思います。で、これでもう蓋を閉めて、でこの状態で冷凍庫に入れます。凍るまでに時間がかかるので、あんまりこの凍るまでにごちゃごちゃ動かしたりとかしないように、安静にしてもらえればと思います。で結構ね、凍るのに時間かかるんで、丸1日、念のため2日以上かけてしっかり凍らしておいた方がいいですね。ということでね、冷凍した状態がこの状態です。これで、しじみのグレージング、下味冷凍ができているということですね。もうしっかり氷漬けになってますね。これ取り出すときはですね、このちょっと後ろをギュッと押してもらって、パカッと開けて、中こんな状態ですね。しっかり氷漬けになってます。これを下の方を少し押してもらうとパカッと外れるんですが、ちょっとね、外れづらいときは、ちょっとお水をかけてあげると、スルッと取れますね。お水を少しかけて、ここにちょっと隙間をね、入れて、お水入れてます。そうすると、パカッと取れるので、こういう感じですね。これがしじみのグレージングですね。いい感じに凍っております。化石のように発掘されたみたいな感じになってますね。で、この氷が冷凍中の乾燥酸化を防止してくれるんで、これがね、守ってくれてるんですね。それがこのグレージングということですね。それではですね、このしじみを使ったしじみ汁を作りたいと思います。氷漬けのしじみですね。グレージングしたしじみ。これを作るときにポイントになってくるのは、これ凍ったまま、この氷漬けのまま加熱調理するということですね。で、実際どういうことかというと、お鍋に入れますよね。で、大事なのは、ここで、この蓋をするってことですね。蓋付きのお鍋を必ず使ってください。氷漬けのしじみを入れたら、そのまま蓋をしますと。これぴったり合う蓋使ってもらった方がいいですね。で、これでもう強火で一気に加熱をするんですね。蓋をして氷漬けのまま強火で一気に加熱をする。これが実はポイントですね。しじみって凍らせた後ですね、低い温度でじわじわ長い時間かけて解凍すると、しじみの貝を開くバネ、タンパク質がちょっと変性してダメになってしまうんですね。つまり長い時間をかけてダラダラ解凍すると、貝が開かなくなってしまうんですね。それを防ぐためにこの凍ったまま氷漬けのまま一気に加熱をして、解凍と加熱を一気にする。これがこのグレージングしじみの使い方のポイントですね。ですので蓋をして強火で一気に加熱することで、このしじみから出てくるこの水分が水蒸気、蒸気となって蒸すように全体を早く解凍加熱する。これがやはりポイントですね。ですので必ず蓋が閉まるお鍋を使ってやってもらえればと思います。今その強火にして3分ぐらいですね、経ったところですね。この状態で蓋を取るとこういう状態になっています。これでちょっと崩してほしいんですね。でまだ中が凍ってはいるんですけど、ちょっと崩してもらって、
より火がかかりやすくなるようにしておくですね。で、平らにして、で、また蓋をします。ブロック状の塊だとなかなか溶けづらく火もかかりづらくなるので、全体が崩れるぐらいになったら一回崩して、で、もう一回加熱を、強火のまま加熱をするという感じですね。で、ちょっとここで火をもう弱めますね。で、中火で、しじみの貝が開くまで加熱をするというような感じですね。で、もうね、しじみの貝がもうすぐ開くんで、開けてみるとこういう状態ですね。もう白いスープ。これめっちゃうまそうですよね。こんな感じです。で、ここでですね、塩ですね。で、塩でちょっと味を整えたいと思います。で、これはね、お好みで、塩加減、調整してください。はい、これで完成ですね。この白いしじみ汁がいいですね。グレージングした氷漬けのしじみの、しじみ汁のシンプルなバージョンですね。しじみの美味しさを、存分に楽しむことができるという、そういう感じですね。今回はしじみと塩のシンプルにしてますけども、昆布の出汁を加えたりとか、少しカツオの代わりの出汁を加えて楽しんでもらうっていうのもいいと思いますね。できるだけこのしじみの美味しさを生かすように調味料を控えめにはしてもらえればというふうに思いますね。冷凍のおかげでしじみの出汁もすごく出やすくなっているので、そこが魅力の、レシピかなと思います。今度はですね、今度はしじみの味噌汁を作りたいと思います。これをお鍋に入れて、で、蓋をする。この状態で、強火で、一気に加熱解凍するというような感じですね。これでね、味噌汁も作りたいと思います。同じく中を、氷漬けのしじみを、ちょっとほぐして、また蓋をするっていう感じですね。こうやってばらした後に、また、蓋をします。中火ぐらいでいいかなと思いますね。こんな感じですね。しじみの殻も開いて、しっかり溶けてるような状態ですね。で、ここまではしじみ汁と同じなんですけども、貝がちゃんと全部開いたらですね、ここに水を加えますね。で、このままひと煮立ちさせてください。こうやってひと煮立ちしたら、もう火を止めますね。で、火を止めたら、ここにもう、味噌を入れるんですけども、今回はね、この液味噌使いたいと思います。しじみの旨味があるので、そんなに入れる必要なくてですね、ちょっとでいいですね。で、これで、かき混ぜて、もう火を止めてる状態ですね。はい。こんな感じですね。しじみの旨味がたっぷり出てきた味噌汁ですね。はい。こんな感じです。ということでね、このグレージングした冷凍しじみを使ったしじみ汁としじみの味噌汁作ってみました。で、まずこちらが、しじみ汁ですね。スープは映せないですけど、はい。こんな感じですね。しじみ汁の方、飲みたいと思います。いただきます。いいですね。いや、結構ね、しじみの出汁ほんと好きなんですよ。で、これがやっぱ冷凍することで、しじみの旨味が外に飛び出して、で、しじみの美味しさもしっかり楽しむことができますね。しじみの、身の方もですね、しじみの身も本当に美味しく食べることができますね。胃に染みますね。塩加減してもらったり、あと料理酒を入れたり、あとは出汁を本当に少しだけ入れるとかっていう風にして、お好みの味に仕上げてもいいと思いますね。冷凍することでしじみの旨味がしっかり楽しむことができる、そんなレシピですね。あとはお味噌汁ですね。いや、こちらも本当にいいと思いますね。素材の味をより活かすために冷凍して、その旨味を使って料理するしじみの冷凍いいかなと思いますね。いいですね。落ち着きます。で、今日はですね、しじみということでやりましたけども、酒蒸しにしたりとか、いろいろな料理も使ってもいいと思いますし、で、あとは、例えばアサリでやるときはですね、同じく酒蒸しとかお味噌汁とかも美味しいんですけども、アサリの場合は、例えばパスタ、ボンゴレロッソとか、ボンゴレビアンガとか、そういったパスタ料理に使うのもおすすめですね。で、アサリの場合も同じく氷漬けにして、凍ったまま強火で加熱解凍する。一気に加熱解凍する。これがやはりポイントですね。ですので、ぜひね、お試しいただければと思います。それでですね、最後にちょっとお伝えしたいのが、しじみを冷凍すると、オルニチンが増えるってことと、出汁が出やすくなって美味しくなるっていうお話したんですけども、出汁が出やすくなる、旨味が外に出やすくなるっていうのは、しじみを冷凍することで、しじみの細胞とか組織中に氷の結晶ができるんですね。で、その氷の結晶が大きくなることで、細胞とか組織を破壊するんですね。で、これが解凍した時に破壊が起こるので、しじみの中の旨味成分とか、そういったものが外に出やすくなる。
だからしじみ汁とか、お味噌汁とか作った時によりしじみの美味しさを外に出して出汁が美味しくなるというような理論ですね。でもう一つお話したいわゆるそのオルニチンという成分が増えるという話なんですけども、やっぱ増えるっていう限りは、科学的な研究データがあるっていうことなんですね。オルニチンっていうと本当に肝臓にいいと言われている、アミノ酸なんですけども、それがしじみ冷凍すると増えると言われています。その研究っていうのが、青森県の産業技術センターがやった研究で、それがインターネットでも見ることができるんですね。よければURL も貼っておきますので、ぜひ皆さんもね、ご覧いただければと思います。やっぱ青森っていうと、しじみ名産なので、そのしじみに関した研究も進んでるんですね。でそういった中で、どういった研究があったかっていうと、温度を下げていった時に、しじみに含まれるオルニチンの量が、どうなるか、どう変化するかっていうのを調べた、データがあるんですね。でグラフがあるんですけども、しじみの、処理温度ですね、4度とか2度とか、2度ずつどんどん下げていった時に、どこでそのしじみを保管した方がオルニチンの量が増えたのか、元々のベースより増えたかっていうのを調べたデータがあったんですね。でそうすると調べた結果で言うと、マイナス2度だと、そんなに変化はなかったんですね。でこれがマイナス4度になると急激にオルニチンの量が増えるってことが分かったんですね。でその後さらにマイナス4度よりさらに低い温度、マイナス6度、マイナス8度、マイナス10度ですね。っていう風にさらに温度を下げていくと、実を言うとそのオルニチンが増える量っていうのがちょっとね下がってくるんですね。もちろんマイナス10度でも元々に比べると増えるっていうのは分かってるんですが、実を言うとマイナス4度で保管した方がオルニチンの量が上げ幅が非常に高かったっていう結果ですね。ですので実を言うと、しじみそのオルニチンが増えますってことを言われてるんですが、急速凍結してはいけないってことですね。急速凍結するとそのオルニチンが増える量っていうのは下がってくるので、実を言うと間満凍結っていうマイナス4度の温度帯で凍らした方が、オルニチンの成分が増えるっていうことが分かっているとですね。ですのでできるだけ早く凍らせるってことが、食材を美味しく冷凍保存する上で大事なんですけども、しじみに関しては実を言うとこのオルニチンが増えるっていう観点で言うと間満凍結でやるっていうのはベストですね。マイナス1からマイナス5度の温度帯が、最大表結晶生成温度帯という、一番氷の結晶が大きくなりやすい温度帯なんですけども、その、温度帯にあるのがこのマイナス4度、しじみでいうこのマイナス4度になるんで、おそらくここを長く通過させることで、オルニチンの成分が増える、きっかけが起きてるんじゃないかというふうに思いますね。ですので先ほど水を入れてグレージングするっていうやり方を教えましたけども、水ってやっぱあれだけ大量に入ってると凍りづらくなるんですね。ですのでこのマイナス4度あたりを長く通過させることにも貢献しているかなというふうには私は思いますね。このマイナス4度でなぜ増えるかっていうところは、正直はっきりしたことは分かってないんですね。ただオルニチンっていうのはアミノ酸なんで、タンパク質があってでペプチドがあってでアミノ酸っていうふうに順々に分解されていくと、最終的にアミノ酸になるんですね。でそのうちの一つが、オルニチンなんですけども、この分解することに冷凍の何かきっかけがあるんじゃないかって言われてますね。これは推測ですけども、最大表結晶生成温度帯の、温度帯通過することで氷が大きくなったりするそのきっかけで、その分解酵素が何か働いてるんじゃないか、何かきっかけがあって分解がより進んでるんじゃないかというところで、タンパク質とかペプチドとかそういったものが分解されやすくなってオルニチンができてるんじゃないかっていうのは、これは推測なんですけども考えられるというような感じですね。そういった意味も含めましてですね、氷漬けでゆっくりじっくり凍らしてオルニチンを増やしてで出汁がさらに出やすくなるっていうことを生かして、しじみの魅力をより冷凍で高められることができるっていうことなんで、このしじみのグレージング氷漬け冷凍法を皆さんぜひね活用していただければと思います。いろんな料理に使っていただければと思います。この冷凍チャンネルではこんなおすすめの冷凍テクニックを教えていたり、おすすめ冷凍食品もご紹介しております。もしご興味あればチャンネル登録をお願いいたします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。